皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は富士見から販売されているホンダモンキー50周年記念モデルを制作していきます。30周年記念モデルを愛車としていたプラモの時間にとっては特別なバイクで思い入れもたくさんあり、気持ちの入った作品になること間違いなし。早速モンキーがどんなバイクなのかご紹介です。モンキーの始まりは1963年、ホンダが所有する遊園地の遊具として開発が開始され、レジャーバイクとして好評。公道走行に対応させ、下部のエンジンを流用した小さなレジャーバイクとして海外で人気となり、国内販売が1967年にスタート。これが初代モンキーです。1974年にフルモデルチェンジし、タンクが4リットルに変更されたのが僕の中での2代目。1978年に姉妹車種のゴリラとともに5リットルのティアドロップ型タンクとなったのが3代目。以降2007年までロングセラーとしてマイナーチェンジを繰り返しながら販売されましたが、排ガス規制に適合できず一旦生産が終了します。そして排ガス規制に適合したインジェクション仕様のモンキーが2009年販売開始。これが4代目で2017年まで販売されましたが、再度の排ガス規制をクリアできなく生産が終了。ところがここで終わらないのがホンダです。エンジンを 125cc とし、排ガス規制に対応したモンキー125を2018年に発売。これを僕は5代目と定義しています。今回のキットはインジェクション仕様の4代目モンキーで、最終販売の50周年記念モデル。おそらくキット化されているのは富士見だけかと思います。50周年記念モデルの特徴でもあるチェックのシートはデカールで再現。エンブレムもプラパーツとデカールで再現されています。まずは仮組みをしつつキットのご紹介を。富士見のモンキーは初めて作りますが、このキットは昔はなかったので近年開発されたキットだと思います。キットを開封してみると、思っていた以上に各部のディティールが素晴らしく、パーツ構成も細分化され、組み立てるのがワクワクしてきます。部品点数は89点とのことですので、相当リアルなモンキーを作ることができると思いました。ランナーから各部品を切り離していきますが、ディティールを損なわないような構成で、作り手側のことをしっかり考えてくれていると感じました。エンジンは一部フレームにモデリングされていますが、しっかり塗り分ければ問題はなさそうです。フレームは左右分割式となっていて、リア先端にはメッキステーの一部がモデリング。この部分はとても繊細な部分なので、完成まで折ったりしないよう注意が必要な箇所です。タンクは裏側までしっかりディティールされ分割式。マフラーは本体とガードが別パーツになっていて、奥行きもしっかり再現されています。そして驚くのはネジが一切ないこと。バイク模型といえばホイールをネジで固定する方式が取られますが、このキットははめ込み式。ホイールは言うまでもなく、フロントフォークの固定もパーツとパーツをはめ込んでいくだけです。パーツの愛も心なしか、接着剤不要とまではいかないですが、サクサクはめ込むことができるので、パーツ点数が多い割には簡単に組み立てることができると思いました。シートのシボまで細かく再現されており、感服するばかり。もしかしてこれは4代目モンキーのプラモデルの決定版なんじゃないでしょうか。完成イメージがついたところで制作を開始していきます。小さいキットなので一気に塗装といきたいところですが、細かい部分でディティールアップできそうでしたのでやっていきます。実車と見比べてみると、タンクのサイド下側がのっぺりしているので、マスキングテープでラインを作り、ペーパーヤスリでくぼみをつけていきます。タンクの形状を壊さないように慎重にヤスリがけをし、
本来あるプレスラインを再現してみました。ついでに他のパーツもペーパーヤスリで400番から1200番まで順にゲート処理をしておきます。タンクは裏面をこの時点で接着。これで塗装準備が完了です。次に本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボホワイトを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。またパーティングラインやゲート跡を消すためにパーツ表面を削ったりヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサーフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるか、これが重要なことかと思いますし、下地の段階からこの表面を意識しておくと後々表面仕上げの工程で時間を短縮できたりするなど効率が上がります。合わせ目やゲート跡も消え滑らかな外装パーツとなったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はリア周りの組み立てまでをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。